INFJ って診断されたのに、ネットで見る INFJ の解説を読んで、これ、本当に私かなって違和感を感じたこと、ありませんか？共感力が高いはずなのに、時々広く冷めた目で人を見てしまったり、内向的なはずなのに、人と話すのが意外と楽しかったり、感情的なはずなのに、論理的に考えてしまう自分がいたり。あるあるなのだ。僕も INFJ は静かで無口って書いてあるのを見て、でも実際は友達とおしゃべりするの大好きだから、もしかして診断間違ってるんじゃないかってずっと心配だったのだ。実はそういう違和感を抱えている INFJ の人ってすごく多いんですよ。私も最初は自分って本当に INFJ なのかなって悩んでいました。でもその矛盾こそがあなたが本物の INFJ である証拠かもしれないんです。矛盾してるのに本物ってどういうことなのだ？実はアメリカの心理学研究でこの矛盾を鮮やかに説明する発見がありました。INFJ には実は4つの全く違うパターンが存在することが研究で示唆されているんです。これを知ると今まで感じていた自分の中の矛盾、実は矛盾じゃなかったってことに気づけるんですよ。この動画を見終わる頃にはなぜ自分がこんなにも複雑なのか、その謎が完全に解けて、だから私はこうなんだで、バラバラだったピースが一気につながる瞬間を体験できるはずです。今日はその研究をもとにあなたが本当はどのタイプの INFJ なのか一緒に見つけていきましょう。まずこの4つのタイプがどこから来たのか、その学術的な背景からお話ししますね。内向性にはスターモデルと呼ばれる4つの明確なパターンが存在することが分かっています。アメリカのウェルズ E 大学にジュナさんシクっていう心理学の教授がいるんです。この先生が長年の研究で、それまで内向的って一言で片付けられていた人たちの中に、実は全然違う動機や行動パターンを持つグループが混在していることに気づいたんですよ。具体的にどういうことなのだ？例えば、同じパーティーに行きたくないという行動でも、その背景は人によって全然違いますよね。人が怖いから行きたくないのか、家で本を読みたいから行きたくないのか、そこからソーシャル、社交的、シンキング、思考的、アンクシャス、不安型、リストレインの抑制型の4つのパターンが整理されました。頭文字を取ってスターモデルと呼ばれています。スターモデル、かっこいい名前なのだ。でも、なんでそんなに種類があるのだ？この研究のすごいところは、これら4つが独立した特徴だと示した点なんです。一人の人の中に複数のタイプが同居していても全くおかしくないということです。社交的だけど不安型とか、思考型だけど抑制型といった組み合わせが普通にあるんです。だからこそ、INFJ の人は自分の中に矛盾を感じやすいんですよね。でも、それは異常なことじゃなくて、むしろ人間として自然なことなんです。じゃあ、複数当てはまっても大丈夫なのだ？もちろんです。多くの人は主要タイプと複数的タイプの組み合わせを持っています。例えば、社交的 INFJ が 70%、思考型 INFJ が 30% とか、こういう割合で複数の特徴を持っているのが普通なんです。あなたが複雑で矛盾しているように感じるのは、この研究の枠組みで見ると、ごく自然な状態なんですよ。一つ目は、社交的 INFJ です。ざっくり言うと、人といるのは楽しいけど、後からどっと疲れる INFJ です。内向的と聞くと、人前が苦手、パーティーは地獄、みたいなイメージが浮かびやすいんですけど、このタイプは少し違います。飲み会や雑談の場でも、思ったより普通に話せるし、その場ではちゃんと楽しめてしまうんですよね。友達の相談に乗るのも得意で、グループの中では明るく見えることも多いです。僕もよく、本当に内向型なの？って聞かれるのだ。喋るのは好きなのだ。ただ、その後がしんどいんですよね。帰り道になって急にどっと疲れが出てきたり、家に着いた瞬間に電源が落ちたみたいに、もう誰とも話したくないってなる。表では社交的に振る舞えるけれど、エネルギーの充電は一人じゃないとできないんです。この社交的な側面と、一人でしか休めないという性質が一緒にあると、私、本当に INFJ なのかなとか、外交型のふりをしてるだけなのかなって悩みやすいんですが、スターモデルでいう、ソーシャルの成分が強い INFJ だと考えると、かなりしっくりきやすくなります。二つ目は、思考型 INFJ です。こちらは、現実より頭の中にいる時間が長い INFJ といった方がイメージしやすいかもしれません。スターモデルでは、空想に吹ける壁の花と表現されていて、場にいるのに、どこか遠くを見ているように見えるタイプです。会議や飲み会の席に座っていても、心の中では全く別のテーマについて深く考えていたりします。人生の意味とか、人間関係の本質とか、そういう大きな問いをぐるぐる回している感じですね。授業中に、
気づいたら全然違うこと考えてて、先生に当てられて焦るやつなのだ。そういう人はこのタイプにかなり近いと思います。頭の中では複雑なパズルがすごい勢いで組み上がっているのに、それを言葉にしようとすると一気に難しくなるので、何を考えてるかよくわからない人に見られやすいんですよね。内省の時間がそのまま創造性や洞察の源になっているので、一人でぼーっとしているように見える時間も実はすごく大事な活動時間です。外向きの活動より考えることそのものがエネルギー源になっている INFJ と捉えるとわかりやすいかもしれません。3つ目は繊細型 INFJ です。このタイプは完璧主義な反省家と言えます。社交の場ではうまく振る舞えるのに、家に帰ってから一人反省会を開いて過度に思い悩んでしまうタイプなんです。研究ではこのタイプをシャイな内向型とも呼んでいます。ただし、ここで非常に重要なことがあって、これは性格の特性であって、病気ではないって強調されているんですよ。性格と病気ってどう違うのだ？いい質問ですね。性格っていうのは、その人の思考や行動のパターンで、多少生きづらさはあっても、日常生活全体が止まってしまうほどではないものなんです。病気っていうのは、身体的な症状や強い苦痛が伴って、仕事や学校、人間関係など、生活のあちこちに深刻な影響が出てしまう状態を指します。このタイプの人は、過去の社交場面を頭の中でビデオみたいに繰り返し再生して、まるでコマ送りするように細かく分析するんです。あの時何を言ったか、どう思われたか、もっと気の利いた返事があったんじゃないか。で、何度も考える。親しい友達と楽しく過ごしている最中でも、ふと、ちょっと一人になりたいな、って孤独を渇望する瞬間があったりします。耳が痛いのだ。寝る前に突然、昔の恥ずかしい記憶を思い出して、ってなることがあるのだ。何年も前のことなのに、急に再生されるのだ。まさにそれです。会話の後に、あの一言余計だったかな、って何度も思い返したり、SNS の投稿後に、やっぱり削除しようかな、って悩んだり、メールを送った後も、あの書き方で大丈夫だったかな、って何度も読み返してしまったり、このタイプの人は他者からどう見られているかをすごく気にするんですね。INFJ 特有の調和を乱したくないという完璧主義的な傾向もあって、自分の言動が相手を傷つけていないか、不快にさせていないかって、常に全方位にアンテナを張って気を配っているんです。その慎重さや優しさ自体はとても価値のあるものなんですけど、自分に向ける基準が厳しすぎると、どんどん疲れてしまいますよね。気を配りすぎて疲れちゃうのだ。ただし、ここからが本当に重要なんですけど、研究では次のような状態の時は注意が必要だって指摘されています。例えば、人の前に出ようとすると、震えや強い動悸、吐き気などの身体的な反応が出てしまう。それが怖くて、プレゼンや会議、飲み会など、本来は必要な社交の場を繰り返し避けるようになってしまう、という場合です。それは何が違うのだ？さっき言ってた性格と病気の違いなのだ。そうです。こうした強い身体的症状が続いていて、そのせいで学校や仕事に行けなくなったり、人との関係が大きく壊れてしまっているなら、それは性格の繊細さというより、社交不安障害の可能性があります。これはどの性格タイプでも起こり得るもので、内向的だから起きるというわけではないんです。そういう場合は、自分を責めるよりも、これは治療やサポートが必要な状態なんだ、と考えて、専門家に相談してほしいなと思います。一人で抱え込むには、あまりにも負荷が大きいので。なるほど、ちゃんと区別が必要なのだ。繊細型 INFJ は、社交後に深く反省する傾向があるけど、それはあなたの感受性が豊かで、人を大切にしたいと思っている証拠でもあります。性格の特性であって、決して異常じゃないんです。慎重さや丁寧さが行き過ぎて、自分いじめにならないように、少しずつ、ここまで考えたら今日はおしまい、と、自分で線を引いてあげることが大事になってきます。最後、4つ目は慎重型 INFJ です。このタイプは、マイペースな堅実派と表現するのがしっくりきます。安定とルーティンを何より大切にして、自分のペースを守ることで力を発揮するタイプなんです。研究では、このタイプを、隣にいそうな典型的内向型として説明しています。派手さはないけれど地に足がついていて、多くの人がイメージする、静かで落ち着いた内向的な人に一番近い姿かもしれません。隣にいそうって、身近な感じがするのだ。マイペースってことは、のんびり屋さんってことなのだ。そうですね。このタイプの人にとって一番のストレス源になりやすいのは、せかされることなんです。急にスピードアップを求められたり、今から飲みに行こうぜ、みたいな予告なしの誘いが続くと、心の中で赤信号が点滅し始めます。特に突然の予定変更にはかなり弱くて、聞いてないよ、って心の中で固まってしまうことが多いんですね。控えめで慎重で視野深くて、変化にはかなり腰が重い方です。でも、だからといって全く外に出たくないわけではなくて、十分な事前計画があれば外出もちゃんと楽しめます。朝起きてから夜寝るまでの流れが、大まかにでも決まっていると、
すごく落ち着くんです。朝7時に起きて、コーヒーを入れて、同じ席で朝食を食べて、同じ時間に家を出る。この予測可能性が心の安定につながるんですよ。わかるのだ。今から飲みに行こうっていう急な誘いが最大のストレスになるのだ。心の準備期間が必要なのだ。そうそう。このタイプの人は、新しい状況に適応するのに時間とエネルギーが必要なんです。急な予定変更があると、頭の中で、どう振る舞うか、何が必要か、をシミュレーションする時間がないから、パニックになったり不安になったりしてしまう。逆に言えば、来週の金曜日にこういう予定があるよ、と前もって分かっていれば、その1週間で心の準備を少しずつ進めることができます。そうなのだ。急に予定が変わると、せっかくの心の準備が無駄になっちゃって、パニックになるのだ。朝はゆっくり目覚める、スロースターター。目覚ましが鳴ってからスクダッシュ、みたいな動き方はかなりきつい方です。ベッドの中で10分くらいぼーっとしてから、ゆっくり起き上がる。少しずつエンジンを温める時間が必要で、事前の十分な通知と準備時間を用意してあげると、本来の力を発揮しやすくなります。家での読書や映画鑑賞、趣味の時間を何より大切にしていて、その、いつもの時間が心のガソリン補給になっているんです。毎日同じルーティンがあると落ち着くのだ。予測できることが安心につながるのだ。研究では、このタイプは変化そのものを嫌っているわけではなくて、準備なしの変化に対してすごく慎重になるだけだと説明されています。つまり、時間をかけて状況を理解して、自分なりのペースをつかめれば、新しい環境にもちゃんと馴染んでいけるんです。リスクをしっかり考えてから動きたいだけなんですよね。慎重で視野深いっていうのは、裏を返せばとても堅実で信頼できるということでもあります。衝動的に動かないから、大きな失敗をしにくいし、一度決めたことをコツコツ積み重ねていける力も持っています。周りからは地味に見えるかもしれませんが、あの人に任せれば安心、と思われることも多い。チームの土台をしっかり支える縁の下の力持ちタイプと言っていいと思います。ここまで4つのタイプを見てきましたけど、全部ちょっとずつ当てはまるんだけど、って感じた人も多いと思います。それで大丈夫です。その感覚自体、このモデルから見るととても自然なんです。むしろ、完全に一つのタイプだけに当てはまる人の方が珍しいんですよね。多くの INFJ は、複数のタイプの特徴を同時に持っていて、状況や相手、その時の気分によって、どの面が前に出てくるかが変わってきます。仕事モードの時は社交的な自分が強く出て、家に帰ると一気に思考型や慎重型に触れる、なんてことも普通にあります。じゃあ、私は絶対この1タイプって決めなくてもいいのだ。スターモデルの面白いところは、4つをきっぱり分けるというより、それぞれの成分がどれくらい混ざっているかを見る発想なんですね。社交的なところもあれば、思考に沈み込むところもあるし、状況によっては繊細さや慎重さが前に出てくる。チーク博士の研究で最も革新的だったのは、これら4つが独立した特徴だと示した点なんです。つまり、4つの箱のどれか1つに入るんじゃなくて、私たちの中に4つの成分がそれぞれ何%ずつ入っているか、という配合の問題なんです。配合ってお料理みたいなのだ。そうそう、まさにそんな感じです。普段は思考型寄りだけど、仲良い友達といるときは社交的成分が強く出るな、とか、ストレスが溜まると繊細型の癖が出やすいな、とか、シーンごとに自分を観察してみると、結構パターンが見えてきます。例えば、社交的 INFJ が 60% で、思考型が 30%、繊細型が 10%、という人もいれば、基本は慎重型だけど、親しい人との関係では社交的型が顔を出す、という人もいます。研究でも、年齢や人生経験によって、どのタイプが強く出るかは変化するって言われているんですよ。年齢で変わるのも普通なのだ。むしろ、自分の中でどの成分が強めかなって見る方がリアルなんですよね。どのタイプにもプラスの側面があって、社交性は人と人をつなぐ橋渡しの力になるし、思考の深さは誰も気づいていない本質にたどり着く洞察につながります。繊細さは他の人の痛みに気づける優しさのもとになるし、慎重さは大きな失敗を防いでくれる安全装置にもなります。自分の中の混ざり具合を把握して、この特性はこう活かせそうだな。今日は思考型モードだから、無理に外出せずに家で考え事をしよう、と整理していくことが、一番現実的な使い方かなと思います。ラベルを一つ決めて縛るんじゃなくて、自分というカクテルのレシピを理解する、くらいの感覚で捉えてもらえると、かなり気が楽になるはずです。最後に、この理解があなたの人生にどう役立つか、お話ししますね。自分のタイプを知ることで、自分の取扱説明書を作れることです。INFJ って本当に理解されにくいタイプなんです。内向的なのに社交的だったり、感情的なのに論理的だったり、矛盾だらけに見えるから、周りの人は混乱しちゃうんですよね。確かに、自分でも自分がわからないのに、他の人に分かってもらうのは難しいのだ。自分のタイプが分かれば、具体的に説明できるようになります。例えば、私は社交的 INFJ だから、楽しんだ後は必ず一人の時間が必要なんです。って言えたり、私は慎重型 INFJ だから、急な予定変更は苦手で、事前に教えてもらえると助かります。っ
って説明できる。こうして自分のニーズを言語化できると、家族や友達、職場の人に理解してもらいやすくなるんです。この知識は単なる自己満足じゃなくて、実際に生きやすさを向上させるツールなんです。あなたは R のどのタイプに最も当てはまりましたか？複数の特徴を持っている場合は、その組み合わせもコメントで教えてください。みんなのコメント楽しみにしてるのだ。 INFJ として生きることは時に大変だけど、あなたの複雑さや深さこそが、この世界にとって貴重な贈り物です。その複雑さを否定するんじゃなくて、理解して、受け入れて、生かしていってください。今日も最後まで見てくれて、ありがとうございました。